皆さん、こんにちは。私は2500年前、釈尊が法を説かれたその場に居合わせた弟子の一人です。今日は、妙法蓮華経の中でも特に重要な、薬草喩品第5についてお話してまいります。このお経は、釈尊が私たちに何を伝えたかったのか、その深い意味を解き明かすものです。ぜひ最後までお付き合いください。まず、この薬草喩品というタイトルには、深い意味が込められています。薬草とは、人々を苦しみから救うための教えを象徴しています。そして、喩とは、例え話のことです。釈尊は、難しい教えを私たち衆生にわかりやすく伝えるために、例え話を使うことがよくありました。この章では、雨と草木の例えを通して、釈尊の教えがどのように人々に届くのかを説明してまいります。ここで、釈尊は、摩訶迦葉王という弟子に向かって、こう語りかけます。迦葉王よ。如来は、諸法の王であり、真実を説き、また方便で説く。説くところはすべて本質を極めていると。つまり、釈尊は、あらゆる真理を見極め、人々の心の状態や能力に応じて、最適な教えを説くことができる方なのです。そして、釈尊は、こんな例え話をします。三千大千世界には、山や川、渓谷、草木や薬草が生い茂っている。雲が湧き上がり、雨が降り注ぐと、その雨は大きな木も、小さな草も、すべてを平等に潤す。しかし、それぞれの草木は、自分の種に応じて成長すると、この例えは、釈尊の教えが、すべての人に平等に降り注ぐけれども、人々が受け取るものはそれぞれ違うということを表しています。釈尊の教えは、一味の雨ですが、それをどう受け止めるかは、その人の心の状態や能力次第なのです。釈尊は続けてこう言います。私は如来であり、諸法の王である。未だ悟りの彼岸に渡れない者は渡らせ。未だ心の平安を得ていない者は安らかならしめ。未だ涅槃を得ていない者は涅槃に至らしめると。ここで重要なのは、釈尊がすべての人々を救おうとする慈悲の心です。しかし、人々の能力や理解力は千差万別です。だからこそ、釈尊は方便を使います。方便とは、人々の理解に合わせて教えを説くための手段です。例えば、子供には簡単な言葉で、大人には深い哲理で、というように相手に応じて教え方を変えるのです。この点について釈尊は、大きな雲が三千大千世界に等しく雨を降らし、草木はそれぞれの種によって潤い、種に応じて成長するようなものであると説明します。つまり釈尊の教えはすべての人に平等に与えられますが、それをどう受け止めるかは、その人の心の状態や能力によって異なるのです。そして、釈尊は弟子たちに向かってこう言います。迦葉王よ。お前たちが如来のよろしきに随した説法を聞いて、よく信じ、よく理解したのは、稀有のことである、と。これは、弟子たちが釈尊の教えを深く理解し、信じることができたことを称賛する言葉です。しかし、釈尊は同時にこうも言います。諸仏の方便による説法は深く、理解しがたく、知りがたいからである、と。つまり、釈尊の教えは、非常に深論で、簡単には理解できないものなのです。だからこそ、私たちは常に学び続け、心を開いて教えを受け止める必要があるのです。最後に、釈尊はこの教えを下にして繰り返します。この下は、
先ほどの例え話をさらに深く理解するためのものです。雨は、すべての草木を潤すが、草木は、それぞれの種に応じて成長する、というメッセージが、下を通じて再確認されます。この下は、釈尊の教えが、すべての人に平等に与えられること。そして、それをどう受け止めるかは、その人次第であることを強調しています。私たちは、この教えを、自分の心に照らし合わせ、どう受け止めるかを考える必要があるのです。さて、いかがでしたでしょうか。薬草喩本第5話、釈尊の教えが、すべての人に平等に与えられること。そして、それをどう受け止めるかは、その人次第であることを教えてくれます。私たちは、この教えを自分の心に照らし合わせ、どう受け止めるかを考える必要があるのです。ここで、私からまとめておきたいと思います。釈尊の教えは、まるで雨が降り注ぐように、平等に私たちの心を潤します。しかし、その雨をどう受け止めるかは、私たち次第なのです。ぜひ、この釈尊の教えを深く味わい、自身の人生に生かしてください。本日は、妙法蓮華経の薬草喩本第5についてお話ししました。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押してください。次回は、寿記本第6について、釈尊の深い教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。